皆様こんにちは、セリナです。今回は3月1日発売、シャネルスプリングメイクアップコレクション2024より数量限定のレケトロンブルリバージュ、レケトロンブルコーラルトレジャー、ルミエールドゥローシャン、そしてフォームエサンシルマーメイドグローをご紹介していきます。シャネルの限定春コレクションは3月発売のコスメの中でも特に大注目でしたよね。今回は数量限定として発売されたアイシャドウ2色のそれぞれの単色ネイルとメイクルック、そしてこちらも数量限定で発売されているパウダータイプのハイライトとスティックタイプのハイライト、それぞれの質感や仕上がりについてを比較しながらご紹介しておりますので、気になっている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーション比較、3月27日より価格改定をするシャネルの人気アイシャドウレベージュパレットルガールの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルスプリングメイクアップコレクション2024、コメットコレクティブのメンバーバレンティナ・リーが初めて手掛けたメイクアップコレクションは、ガブリエル・シャネルが愛した海の世界がインスピレーションの源。明るく多彩な輝きと繊細なアズールブルーやコーラルが印象的。鮮やかな色が彩る生き生きときらめくルックに。ご紹介していくのはこちら。レケトロンブルリバージュ。パウダー表面には水面に浮かぶ波紋のようなデザイン。海辺の水のきらめきに着想を得たシェードが揃います。水に濡れ、乾くことで色を変える砂浜からインスパイアされた大地を想起させる明るい3色とアズールブルーの海の色と共鳴するターコイズブルーがコントラストを描く計4色。パウダー表面には小石が水面を弾んで生まれた波紋の重なりがかたどられています。ピンクとゴールドがきらめく透け感のあるトランスパラン。サテン質感のライトターコイズとシャンパーニュ。セミマットのトープブラウン。柔らかく様々な色にきらめくシェードが目元を華やかに彩ります。続いてレケトロンブルコーラルトレジャー。サンゴ礁や海の生き物の鮮やかな色彩を連想させるピンクとオレンジが揃います。温かみのある色味と様々な仕上がりが融合した4色の新しいハーモニー。きらめくライラックピンク、柔らかなコーラルオレンジ、ルミナスマットなフュージャーピンク、サテン質感のアプリコットオレンジ。多彩な輝きが宿るフレッシュなルックで目元を華やかに彩って。続いてルミエールドゥローシャン。多彩なきらめきで肌に光を与えるパウダーハイライター。小石が水面を弾んで生まれた波紋の重なりを思わせるアイコニックなダブル C がかたどられています。パールの繊細な光沢と青みがかったきらめきが宿るシアーなパウダーは、まるで太陽の光を受けて輝く海のよう。顔の高い部分に様々な色の輝きを乗せることで、美しく艶めく華やかな印象の肌へ。最後はこちら、フォームエサンシルマーメイドグロー。肌に濡れたようなツヤをプラスするグロースティック。頬、まぶた、唇など輝かせたいところにのせるだけ。メイクアップの可能性がぐっと広がります。それではまずはこちら。今回のコレクションで発売された限定ハイライト2種をそれぞれ半眼ずつに塗って仕上がりや質感などをご紹介していきたいと思います。手元で見た感じ、パウダータイプのルミエールドゥローシャンは大粒の青ラメが輝くハイライト。反対にスティックタイプのフォームエサンシルマーメイドグローはピンクとゴールドのラメを楽しめるようなツヤ質感でした。まずはこちら側の C ゾーンにルミエールドゥローシャンを塗ってみたいと思います。ルミエールドゥローシャンにはブラシやパフなどのツールはついていなかったので、今回はメイクアップフォーエバーのフェイスブラシを使って塗っていきます。ブラシに取ってさっと塗ると、一塗りでもこんな感じでしっかりと大粒の青ラメが肌の上に乗ってくれます。
磨くように重ねていくと、青みピンクの微細ラメも見えてきます。はい、まずはこちら側の C ゾーンの部分にパウダータイプのルミエールドゥローシャンを塗ってみました。肌の上にのせてみるとこんな感じで、ベースには特に粉っぽさやパールの質感などは感じずに、大粒のブルーラメと微細な青みピンクのラメをしっかりと楽しむことができます。ブラシで軽くサッとのせるだけでもしっかりとラメが乗ってくれるので、かなり華やかな印象にはなりますが、パール質感ではないので、近くで見ても毛穴が悪目立ちしてしまうということはなかったです。そしてこちらのハイライトは、これだけしっかりとした大粒ラメ質感なのに、ラメのざらつきを全く感じないところがすごいなと思いました。まさに今回のコレクションのテーマである海のイメージを感じるような透明感あふれる印象に仕上げてくれます。それでは反対側にはこちら、フォームエサンシルのマーメイドグローを塗っていきます。フォームエサンシルはオイルっぽい質感のバームがベースになっているので、一度指にバームを取って、トントンと軽くタップするようにのせていくと、ベースに塗っているファンデーションがよれずに綺麗に乗ってくれます。まずベースにオイルっぽいツヤが出た後に、ラメは意外と馴染みがいいですね。もう少し重ねていきます。重ねていくとピンクやゴールドなどのラメが見えてきますが、それでもやはり手元で見た時よりもかなり馴染みがいいです。はい、こちら側半分には C ゾーンにフォームエサンシルのマーメイドグローを塗ってみました。まず、フォームエサンシルはベースがオイルのようなテクスチャーになっているので、肌の上にのせるとこんな感じでオイルの濡れツヤ感がしっかりと出てくれます。ただ、マーメイドグローのカラーは手元で見た時にしっかりとピンクやゴールドのラメを感じましたが、肌の上にのせると近くで見てもこんな感じで、ピンクやゴールドのラメはかなり馴染んでくれて、濡れツヤ感の中に程よいアクセントを与えてくれるような仕上がりでした。もう少ししっかりとカラーのラメが肌に乗るのかなと思っていたので、反対に塗っているパウダータイプのルミエールドゥローシャンとまた違った印象を楽しむことができました。引きで見ると顔を動かした時にピンクのラメがキラッと見えるので、このピンクのラメの効果で程よい血色感を与えてくれています。はい、外の自然光で見るとこんな感じです。やはりルミエールドゥローシャンは外の自然光で見るとより大粒の青ラメのきらめきをしっかりと楽しむことができます。ただやはりベースがクリアなタイプだからか、そこまでラメがくどい感じがしないのが計算されているなと思います。反対に塗っているボームエサンシルマーメイドグローのカラーは、やはり外の自然光で見てもラメはかなり肌なじみが良くて、濡れたようなバーム質感にアクセントでゴールドやピンクがキラッと輝くようなイメージでした。パールやオイルで作った濡れツヤ質感よりも、ラメのきらめきでしっかりとツヤを出したいという方や、ブルーのラメで透明感をアップさせたいという方は、パウダータイプのルミエールドゥローシャンがおすすめ。反対に保湿もしつつ濡れツヤ肌に仕上げたいという方や、ラメは控えめなタイプが好きという方は、フォームエサンシルのマーメイドグローがよりおすすめなんじゃないかなと感じました。それぞれ全然違ったニュアンスに仕上がってくれましたが、どちらもとても綺麗ですよね。では、ここからはレゲトロオンブルの限定色78リバーシュからご紹介していきます。まずは1色ずつの単色塗りからお見せしていきます。左上から1色目、ピンクとゴールドがきらめく透け感のあるトランスパラン。1色目はパウダーハイライトと少し似ているホワイトのベースに大粒のラメを感じられるような質感です。こちらも一塗りでこんな感じでしっかりと大粒のラメを楽しめますが、やはりラメのざらつきは感じないので、かなり使い心地がいいです。はい、1色目はこんな感じでした。ピンクとゴールドがきらめくトランスパラントとのことで、まぶたの上に乗せてみると、ピンクのラメはかなり微細ですが、深みのあるゴールドカラーがしっかりとアクセントになってくれているので、カラー自体には透明感があるけれど、しっかりと上品さも感じられるような仕上がりになっています。ホワイトベースの透明感とこの大人っぽいゴールドのバランスがとても絶妙です。続いて2色目、サテン質感のライトターコイズ。今回のコレクションはこのブルーのカラーが大注目でしたよね。まぶたの上にのせるとこんな感じで、サテン質感なので指で塗っても意外と濃く出すぎずに、
カラー調整がしやすいタイプです。くすみ感もあるけれど、どこか白っぽいニュアンスも感じるようなブルーがとても可愛いです。はい、2色目はこんな感じでした。指で何度か重ねていっても程よく透け感が残るのと、絶妙なくすみ感はありますが、重ねていっても白っぽさが残るようなブルーに発色してくれるので、全体に塗っても濃く派手な印象になりすぎずに、とても使いやすいブルーカラーだなと思いました。メインカラーとしてアイホール全体にのせるのはもちろん、グラデーションの上にニュアンスカラーとしてアクセントで加えるのにも可愛いんじゃないかなと思います。よく見ると同系色のブルーの微細なラメがキラッと輝くところも素敵です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、こちらもサテン質感のシャンパーニュ。こちらもサテン質感です。普段使いしやすそうなシャンパンカラーですね。かなり伸びも良く、しっとり感もあります。はい、3色目はこんな感じでした。まぶたの上にのせてもかなり肌なじみのいいパレットで見たままのようなシャンパンカラーに発色します。ただこちらも先ほどご紹介したターコイズのカラーと同じサテン質感とのことですが、こちらのシャンパーニュの方がよりパールの艶めきを感じられました。そして最後4色目、セミマットのトープブラウン。こちらはセミマット質感とのことですが、ふんわりとしている粉質なのでカラー調整もしやすいです。重ねていくとしっかりと目元を引き締めてくれる感じもするので、ミディアムカラーからシメ色まで幅広く使えるようなトープですね。はい、4色目はこんな感じでした。パールやラメなどは入っていませんが、パウダー自体に少しツヤを感じるようなセミマット質感だったので、指で塗っても重たくならずに、ふんわりと目元に影をつけてくれています。ほんの少しだけピンクのニュアンスも含んだようなトープに発色するので、ブルーとの相性も良さそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それではリケトロンブルリバージュ全色を使ってメイクしていきたいと思います。まず右下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。程よいツヤも感じられるようなセミマット質感だったので、こちらのカラーをしっかりとベースにのせて、まずはベーシックな目元を作っていきます。続いて左上のカラーを指に取って、さらに上から重ねていきます。ベースに馴染みのいいトープを塗っておいて、上からこのラメのカラーを重ねて華やかさを足していきます。この2色だけで組み合わせても大人っぽくてとても可愛いです。続いて左下のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。続いて右下のカラーをブラシに取ってさらに上から重ねて陰影をつけていきます。ベースにパールのツヤ質感を仕込んでおくと、こちらのシメ色もより柔らかく発色して程よい影をつけてくれます。最後右上のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで全体に重ねていきます。ベースにこのターコイズカラーを使うのも可愛いなと思いましたが、程よく白っぽいニュアンスがあるので、グラデーションの上にこんな感じで重ねてニュアンスカラーとして添えるのもとても可愛いです。はい、こんな感じでデキャトロンブルリバージュ全色を使ったメイクが完成しました。今回のコレクションはシャネルのビジュアルなどを見ると深みのある鮮やかなブルーがしっかりと発色しているなと思いましたが、デキャトロンブルリバージュのブルーのカラーは程よいくすみ感はあるけれど全体的に白っぽいニュアンスが効いているような柔らかさも残しているブルーカラーだったので、今回グラデーションのアクセントとして指でしっかりとのせてみましたが、こんな感じで派手になりすぎず透明感とおしゃれなニュアンスを出してくれています。しっかりと発色も楽しめて白浮きしないギリギリの明るさというところがかなり絶妙だなと思います。春先から初夏にかけても大活躍してくれそうなブルーです。
そしてこのブルー以外のカラーはかなり肌なじみのいいベーシックなニュアンスだったので、一つのパレットで色々なニュアンスが楽しめるところもとてもいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いてレキャドルオンブルの限定色コーラルトレジャーです。まずは1色ずつ単色抜きでお見せしていきます。左上から1色目、きらめくライラックピンク。1色目は先ほどのリバーシュのパレットのラメカラーよりも少しラメの粒が小さめです。ベースに透明感あふれるライラックカラーがしっかりと乗って、その上に同系色のラメも楽しめます。はい、1色目はこんな感じでした。1色目にしっかりとピンクのニュアンスが強めなライラックカラーがふんわりと発色して、その上にピンクやブルー、そしてシルバーなどの微細ラメの輝きを感じられました。ベースのカラーがしっかりと発色する分、ラメの主張が強すぎないので、アクセントとしてはもちろんですが、このカラーをベースに仕込んでも可愛いんじゃないかなと思います。続いて2色目、柔らかなコーラルオレンジ。コーラルオレンジはかなり肌なじみが良くて、ベージュのニュアンスに寄っている感じがします。パールやラメは感じないふんわりとした粉質です。はい、2色目はこんな感じでした。何度か重ねていくと明るいオレンジに発色しましたが、それでもどこかベージュのニュアンスを含んでいるような落ち着いた上品さが残りますよね。春らしいコーラルオレンジですが、肌なじみの良さも兼ね備えてくれています。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて、ルミナスマットなフュージャーピンク。こちらはふんわりとしている柔らかいマット質感です。しっかりと発色もしてくれますが、軽くて柔らかい粉質なので、綺麗にまぶたにも馴染んでくれます。はい、3色目はこんな感じでした。パレット見たままのようなフュージャーピンクがそのまままぶたに乗ってくれる高発色なふんわりマット質感でした。この絶妙な青みニュアンスがとっても可愛いですよね。そして最後、サテン質感のアプリコットオレンジ。こちらは比較的パールのツヤ質感は抑えめなサテンタイプです。2色目のコーラルオレンジと少しニュアンスが似ていますが、こちらの方がさらに深みが出てくれます。はい、最後4色目はこんな感じでした。指でしっかりと重ねていくと、ふんわり感の中に絶妙なツヤも感じるような程よいサテン質感でした。反対に塗っているフュージャーピンクなどのカラーメイクとはもちろん、ブラウンなどのベーシックメイクとも相性が良さそうなアプリコットオレンジです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それではレキャドルオンブルコーラルトレジャー全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。しっかりと明るさも感じられる鮮やかなアプリコットオレンジですが、絶妙な大人っぽさが素敵だったので、今回はこのカラーをメインに使っていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。高発色なフュージャーピンクはメインとして全体に塗っても可愛いですが、馴染みのいいオレンジの上にポイントで重ねるとより鮮やかさが際立って素敵です。続いて右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、こんな感じでコーラルトレジャー全色を使ったメイクが完成しました。高発色なコーラルオレンジとフュージャーピンク、どちらをメインにしても可愛く仕上がるパレットでしたが、今回はあえて高発色ながらも馴染みのいいアプリコットオレンジをベースに目尻や上まぶたのポイントにピンクを置いてみました。4色とも高発色だったのでしっかりカラーメイクが楽しめましたが、全体的にふんわりとしていて程よいツヤ質感というところと、高発色ながらもバランスのいい馴染み感で
友っぽくなりすぎないカラーメイクに仕上がったと思います。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで3月1日発売、シャネルスプリングコレクション2024をご紹介していきました。まず大注目のハイライトは、手元で見るとどちらもしっかりとしたラメを楽しめるので、一見似ているかなと思いましたが、肌の上にのせてみると、パウダータイプは大粒のラメだけを楽しめるような質感だったので、華やかながらも毛穴が悪目立ちしない仕上がり、そしてスティックタイプは濡れたようなツヤをしっかりと楽しめて、ラメはとても肌なじみが良かったです。そして限定のアイシャドウもどちらもとても可愛かったですが、個人的にはリバージュのターコイズブルーのカラーが白浮きしない程度に程よい白っぽさがあって、しっかりと発色を楽しめるのに柔らかさが残るというところがとても可愛かったなと思います。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。